リラドデジョンです。今回もね、レジェンドリーグの方からスーパーホグやっていきたいと思います。前回一本ね、レジェンドリーグからスーパーホグ上げてるので、まだ見てない方はそちらも合わせてご覧ください。今後もスーパーホグの前回動画上げていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。まずは、クイヒ9時からのスタートになってきましたね。こういうボックス配置みたいなのとか結構流行ってて、よく見るタイプの配置かなというか、ね。こういう配置も取っていきたいところ。ちょっとクイーンのコントロールがね、うまくいかなくて、キャンプの方までクイーン釣られると思ってなかったっすね。下のところをね、うまいこと誘導してタウンホールに向かわせたいという形だったんですが、ガーゴイル追加でこれ対空砲の竹取りをね、一発吸わせに行きました。これによって、ヒーラーギリギリなんですけど、延命できました。今のガーゴ一発がなければね、ヒーラー一発持ってかれてたかなというところなので、今のさせたのはいい感じだったかなと思います。対空砲のね、竹取りのガーゴイルって結構強いんですよ。こういう時。とっさにできるようになるとね、クイヒーマスターになります。さあ、金を外周部で処理ができて、この辺の感覚は非常にいいクイーンコントロールができたんですけど、もう本当にヒーラーですね。ヒーラー持ってかれたのが本当にもったいない。大事ですよ、ヒーラーは。さあ、タウンホールの方にね、綺麗に誘導ができたので、あとはどうしよっかなって考えなら進めていきます。ドリル採用しました結果、なんかそういう気分だったんで、一緒に入れちゃえみたいな。なんか兵器がね、シューター刺さるポイントもないし、一緒にドリル進めるのもありだけど、クイヒのサポート入れるのもそこそこありかなって思って。キングドリルとクイヒを横で並行で進めていきつつ、スケルトンの呪文とか置きつつ、ちょっとね、クイヒパートアイゴレに時間捕まってるので、スケルトンの呪文も置きつつ、ストライカーを相手のクイーンに差し上げて合流していって、産地の方からスーパーホーグパートを進めていきます。さあ、ここで一気のトームをかけましたね。ちょっと巨爆受けてからになっちゃったんだけど、ウォールブレーカーもどさくさに紛れて中心部開けて進めてもらってます。さあ、レイジ2枚あるので、ここはロイヤルチャンピオンにレイジですね。ロイヤルチャンピオンスーパーホグの方にレイジをかけていきつつ、残ったユニットをね、手の届く微妙などこに出すかなみたいなのいろいろ調整しつつ、インビジブル守っていって、ロイヤルチャンピオンを延命して、クイーンのヒーラーがね、いなくなってしまったんで、ここね、クロークなしで耐えれるやろうと思ってたんですけど、ちょっと発動してしまいました。別にここで、無理して延命する必要もなかったんですけど、いけそうだったけどな。最終的には、ちょっとギリギリの全開にはなりましたが、うまいことやればもうちょっと余力のある全開にはなってるかな。ヒーラーを失いたくなかったね。クイーンを最後まで連れて帰ってくるっていうのは本当に大事な、あれになりますね。さあ、今回は突撃艦スタイルになってます。おでんのターゲットを取るためのホグです、今のは。痛えから、これ。さあ、突撃艦モノリスに投げていきます。ここテスラね、出てくるの分かってたんで、実は。知ってると思いつつ、この配置どうせここやらみたいな。対戦でね、一回ね、使われてたの見たことがあったんで、こういうのもね、大事ですね。この突撃艦はある程度通るでしょうということでね、見越してるので、最低限な罠チェックになってますが、超上振れてます。レイジかけてないのに、だいぶ、モノリスプラスアルファ追ってくれました。あとはベビドラのサイドカットも入れて、ホーミングチェックね、本当はね、タウンホールでヒーラー守るような角度で投げていきたかったんですけど、下の大砲に釣られつつ、キングを投石角に入れて、タウンホールの方にクイヒーを入れて、もうマジで理想的展開が組めてるので、これも完璧だなって攻めながらね、もう、これはもうマジで完璧に、こんなんいったやろとか思いながら攻めてました。タウンホール、第1クロスの方、クイヒーで打って、スーパーホグパート。ロイヤルチャンピオンまで追加しちゃいましたね、今回。本体ルートとして絶対避けられないのと、ラバ処理もね、やっちゃえって。ポイズンリタードついてるしね。さあ、ここでトーム打ちたいんですけど、ちょっと微妙にウォーデンがね、ロイヤルチャンピオンの方に反応して、キングの方にあって。結構ロイちゃんにつく癖あるなって、ウォーデンの AI も若干際いいんだよな。スーパーホグ結構見捨てられる傾向にあるなって思う。攻め見ててもなんか、ウォーデンの AI は絶対変わってると思うんだよな。
まあ、今回の攻めに関してはちょっと微妙なラインだけど、確実にそれちょっとおかしくないみたいなことがね、アップデがちょいちょいやったりするので、あんまり信用しない方がいいかもしれないですね。なんで、打てるうちにトーム打てるか、それも結構大事なんですけど、ちょっと今回微妙なトームになっちゃいましたね。ポイズンリザードがガチですよね。スーパーホグが守ってくれるんで、こういうポイズンリザードとかもね、最終区画まで結構延命されやすかったりしますね。すべてのユニットの縦ユニットとして機能するのがスーパーホグになってきますので、まあ、ロイヤルチャンピオンだけじゃなくてね、ディギーとか、まだ生きてるんですよ。こうやってディギーも生き残ってて。うん。ドリルとかも死なないみたいな。ね。まあ、かなりブロックも残せて、クイヒー的には満足ルートでした。さあ、これは、タウン前から始めていって、タウンホールをあれですね。シューターで落とせたらいいなーって感じなので、起動するかどうかをまずチェックします。はい。コミックチェックつけて、完璧です。バルーンの落下ダメージでタウンホールを起動できたので、シューターに切り替えて。テスラとかのね、罠の置き方で結構その辺は変わってくるので。で、ここで壁殴っちゃったので、6時の角を開けていきます。これ角開けした方がいいですね。外側に膨らむのとモノリスにね、射程が撃たれないような感じになって、次の区画に進みやすくなるので、キックインがね、壁殴ってた位置だと内が入り込んじゃうんで良くないんですよ。タウンホールからの横打ちも受けるし、モノリスからの横も受けるしっていう感じだったので、ここもね、ウォールブレーカーで大砲のタグをね、拾ってあげることで、少しダメージを軽減していくって感じですね。さあ、ちょっとこの大砲も見落としてましたので、ホグの方でね、ポイズンターンのタグを本当はね、不意に来たようなタイミングで投げたんですけど、大砲がなんかあった。レジェンドって結構見落としちゃうんだよな。で、キングのための穴開けで、このウォールブレーカーは真ん中つけていくためにもなってますね。食い火のための穴開けにもなってます。9時はもう開ける必要があったので、で、ウォールブレーカー追加、レイジに乗っけて、なんとか奥まで穴を開けていきつつ、援軍出てきたところ、ちょっとこれね、ロケバルの方はなんとかなりそうだったので、ポイズン変えていって、出てきたカドテスラに、ホグ追加フィストからの一気のホグ展開なんですけど、キングの方にトルネが出てきました。さあ、トームはギリギリまで耐えていって、12時の方も追加ホグ。で、中心入って巨爆とかボムターとかね、この辺大事なところ、ストライカーも混ぜつつのトームをかけていきつつ、ポイズンターのタゲもね、12時の方のユニットたちで取れてますね。で、その隙にクイーンの方がね、モノリスに捕まって軽く上がったので、そっちに対してフリーズ合わせて、ロイヤルチャンピオン部隊もね、ここでちょっとラバ処理終わって、パピーに引き取られてましたが、こっちで合流しつつ、クイーンの方もモノリスの方、使われてますね。放置していいでしょっていうところで、ブロックは持ってるんですが、使わず。で、ロイヤルチャンピオンの延命で、前の動画でも言ったんですが、ロイヤルチャンピオン最終区画まで能力を残して回すことがこの戦術の一番の強みなので。さあ、3時のね、カドテスラが実は見えてたので、そこにブーメランが当たるような設定をしたかったので、そういうブーメランを打ってきましたと。あとは回収してフィニッシュですね。今回は4ヒーロー全部残ったし、タウンホールの起動方法っていうのがね、今回は良かったんじゃないかなというところでした。そこで結構アド取れたね。続けて、レジェンドでよくある配置ですね。未だに出るんだって思ったんですけど、こういった配置もね、確実に取っていきたいですね。クイヒーやる人にはもうこのルートをおすすめし。シューターのため、結構テスラの位置は9時のマルチ IT のところに置いてあることが多かったんですけど、しっかりシューターのためのね、テスラチェックもしてあげるといいですね。ストライカーからのウォールブレーカー穴消していきつつ、いつもこのルートでやってます。これガチで強いんで、クイヒーの何でも取れます。ラバルでもホールでも。みんなね、こういうね、よく出る配置はね、自分で攻める、どういうルートで取ってるのか、みたいなね、マイルートあると思うんですけど。もしよかったらね、このルートも強いですよとか、あったら教えてください。個人的にはこれが最強です。
奥までウォールブレーカーつけて、はい。シューターでこれでね、イーグル打ってて、9時のマルチ IT 区画をキングで落としてって感じ。もう出た当初からずっとこのクイヒールートやってます、ね。で、ここ9時にね、テスラモリが固まって陸助とかまであるようなタイプだったらフリーズ一発キングに合わせてあげてるんですけど、今回なんかすんげえ楽だったんで、はい、OK っつって。で、ちょっとどういう展開するか迷ったんですけど、9時から一緒にね、スーパーホグ合わせていきました。で、すんげえ遅い、今更ながらのスケルトンの呪文を打って、タウンホール移動してリクスケ出ちゃって、ちょっと、フリーズ3発残ってるんですけど、これはトーム打ってきましたね。で、レイジータウンホールさっさと打ってくれという形。シューターの方も下めっちゃ強いですね、これね。あとは残った呪文を適当に合わせて打ってあげるとフィニッシュなんですが、ちょっとロイちゃんの延命ギリギリまで溜めすぎかな。もっと早めに打っていいシーンかな。フリーズダブルで打っていって、ちょっと余裕がありすぎたので、どっちにしろ使わないフリーズは早めに打つということでダブルで打ってね。ロイちゃんブーメランかまって、延命のしようがないんですけども、ガーって感じで、余った呪文適当に打つ。黒クフィです。プレイング的にはちょっと最後のロイちゃんの延命の部分がね、これちょっと微妙だなっていうところがあるんですけど、基本的にはクイヒールートがもうぶっ刺さってるので、全開になる感じですね。コミングチェックのバルも何度も取ってて。9時クイヒーから8時のマルチインフェルの区画に入れつつの、6時キングだったかな。何したかな。で、ランチャーでタウンホールまで見た気がしますね。ランチャーも強いですね。ストライカーとホーミングチェックのバルーンのタイミングも完璧なので、レイジに乗って奥までしっかり通りつつ、ちょっと下側に膨らんで、多分キング6じゃないかな。ですね。ちょっとリクスケに捕まってクイーンが止まってますが。こういう時ゴブリン強い。さあ、ウッドランチャーで少し左側のね、道を作ってあげる。タウンホールまで作りますけど、ターゲットが入らないっていうのが重要ですね。ウッドランチャーにね。で、ウィザード追加してます、これ。対空砲がヒーラー横打ちしてほしくないので、ウィザードで置いていきますね。ゴールブレーカーもダメージ出つつ、だからホグライダー合わせていきます。クイヒーとホグライダー同時展開して、後でタウンホールで会おうねっていうプランをね、ウッドランチャー作っていきました。スケルトンの呪文でクイーンと透析機のターゲットを取って、クイーンの方にね、結構今火力見てました。モノリスの方もね、いいタイミングでフリーズを打つことができつつ、あとはトームを残して最終盤まで進んで、とりあえずフリーズ、クイーンの方はインビジブル。あとはレイジを置きつつ、ここでトームをかけていきます。タウンの爆破に合わせるっていうよりは援軍も結構駆け寄ってきてるポイントだったし、タウンホールからの攻撃も来るし、どっちにしろインビジブルタワーがね、発動してるのでこうなっちゃうので、これがベストだったかなと。あとはタウンホールをロイヤルチャンピオンがぶち破ってくれて、ブーメラン適当に打って、パイパイパイってくれい。ポイズン打ってからね、受けちゃうとね、ロイちゃんのブーメランマジで遅いよね。あとはもう勝手に壁殴りです。今更ながらのポイズンを置いて。ちょっと余力としてはね、裏のユニットの部分を作ってあげなかったところで、軽くなっちゃいましたが、タウンホールに届くところまでは圧倒的ユニット量だったと思います。ほぼタウン爆破でね、溶けちゃったんで、クイーンのね、HP コントロールができたので、最終盤に今回はクロークがあるので、それによっての押していく形。こういったところまでね、クイーンの能力、ロイヤルチャンピオンの能力を残せるかっていうのが、本当にクイヒにおいて大事だし、この辺戦術において大事になってきます。さあ続けて、こういうタウンホール真ん中のよくわかんないタイプの配置もね、囲ってあるタイプもありますよね。こういった配置もしっかり落としていきたいやつの一つですね。レジェンドあるある配置、こういうやつね、なんそれみたいなやつに取りこぼすのはちょっとイライラしますもんね。これもしっかり取っていきたいところ。さあ、華麗なるウォールブレーカーで逆走していくシーンをまずはご覧ください。
うん。これね、黒く打ってるんですけど、この黒くすごい良くて、クイーン逆行くかもなって思ってたからですね。僕は穴開けた方向に本当は進んで欲しかったんですけど、逆行ってしまいました。うん。あー。だから、レイジを行っちゃうと、反対に行った時にデメリットが大きいので、今回はクロークを打っていったっていう形なんですけど、インビジブルターンによってね、こうやって戻されちゃう。これどうすりゃよかったんだろう？ 2 本もインビジブルあると、きついな。穴開けでね、ターン打てるようなルートは作れるんだけど、手前のインビジブルタワーはね、事前に解除ができていいんでね。結果こうなるかな。スケルトンの呪文でね、シングルインフェルノのタゲ取りをしてもらって、6時の方はね、しっかりシューターが発動しているので、どうしよっかなーって思いながらもう始めっかって感じでスーパーホーグを展開していきます。行くしかないですからね、これはね。でもキングだけ残して様子見ようって思ってたんですけど、インビジブルターがね、ここでも活動していきて、クイヒーの方もレイジを置いて、ここでトーム合わせていきます。シングル IT がね、ロイヤルチャンピオンになってますね。ここインビジブルタワーにね、本当はフリーズ打てればベストだったんですけど、ちょっと打てなかったんですよね。遅れたと思って。下ばっか見てた、これは。キングをね、まだ実は使ってなくて、キングをどこに出すかで迷っちゃって、こっちに意識がいってて、これ、インビジブルかければよかったとか思いつつ、こんなことね、関係ないぐらいユニット残ったんでね、結果的には。見てください、これもう。この展開でタウンホール残ってるんですけど、圧倒的ユニットが残っていって、キングなんかいらなかったっすね、これね。タウンホールにキング合わせられるかなとか思って、そういうこと考えてたんですけど、全然関係なかったです。はい。さあ、12時クイヒーが始まってますね。で、9時にシューターを置いて、12時の方をウォールブレーカーで開けていく流れを取ったと思います。この配置も結構前からあるタイプの配置ですね。対空砲アーチャーターンまで削ると、この角度でホーミングバルーンを投げると、クロスボウンのところに来るので、一番奥まで進んでくれるというところでね、ウォールブレーカーをかけつつ。さあ、かなりギリギリまでね、クイーンの HP 管理やっていきました。ここまでギリギリにする必要があるかというと、ちょっと微妙なラインなんですが、ギリギリを極めればギリギリの方がね、楽しいので、何言ってるかわかんないけど。さっきはギリギリのコントロールして、ここもしっかり、クロスボとね、モノリスのところ固めていきつつ、もう一回フリーズでモノリスと援軍処理の方も一緒にやっていきます。ポイズン置いて、最後のフリーズを打つか迷った結果、レイジが遅れ、さっきまでの HP 管理がここで全部無に返りますと。せっかくね、いい管理できたんですけどね。ダメちゃった。キングが下の方暴走してくれつつ、モノリスの方は突破できそうと判断したはずで、ボールブレーカーをもう一回つけていって、ここでレイジを置いて、ここで一気のトームをかけていきます。いろいろあったからね、ボンターとか。フリーズ打つ位置を結構悩んで、スケルトン打つ位置もこれ微妙だなとかいろいろ考えつつ、いろんなユニットね、細かくサイドから投げていって、タウンホールの方はね、クイーンで打てるので、放置。通常の、1体だけスーパーホグまだ手元に残ってますね。あとはバルーン。クイヒの方も綺麗に進んでくれたし、フリーズもね、インビジブルも残ってるので、ロイヤルチャンピオンの延命というところ。さあ、ソラスケルトンに反応して、流す。が、ブーメランカバして、ここはリカバリーと。結局最後までスーパーホグ手元に残っておりました。なんかどっかにね、サイドに残った施設とかにピンポイントで刺していくみたいな使い方、なんかサージカルホグみたいなね、残し方をしてたんですけど、いらんかった。こういうなんかちょっと余力が出るんで、まだまだ編成に関してはまだもっと上を目指せそうな構成がありそうではあるんですよね。本日ラストアタックです。この配置もね、
改良されてない配置だったらみんな見たことあるんじゃないかなという感じですね。通常、10時はね、穴開いてないタイプの方が見たことあるんじゃないかな。14の頃のタイプの配置、15に改良されている形ですね。外周部できつつ、14の頃に取ったやり方、ちょっとね、あんまりスーパーホグに合う食い火じゃないんだけど、ちょっとやってみるかってことで試していきました。結果的には全回取れたんだけど、結構ギリギリだったんで、次も同じ攻めするかちょっと迷います、これは。うん。いつもね、この取り方でね、食い火ラバルとかは全回取れてたんですけど、食い火ラバルも、ホグも、ライダーも全回は取れてたんですけど、ちょっとね、改良もあったり、ジモンター、モノリスっていうところがね、タウンホール15から14に増えてったところ。で、この対空砲の感覚が1個深い気がする。ゲージでゴリ押しリカバリーして、ウッドランチャー真ん中通してっていう流れなんですけど、サトルネで巻き込まれていく。基本的にはこの配置はね、ランチャー食い火でやってました。うまくいくとめっちゃ強いですけど。ウッドランチャーに巨爆が入っちゃってね。奥までは道は開かず、中心というところなんですけど、対空砲も真ん中にあったんで、今回。以来なくなっちゃったんですよね。キング。クイラバの時はね、ロイちゃんキングに合わせて出してたんですけど、今回はちょっとホグに合わせた方がいいなということでね、レイジホグトームで上側やってきました。クイーンの方はちょっとここで終了ですね。あとはユニット合わせていきたいというところで、回収エリクサータンクにウィザード出しつつ、残ったところをスーパーホグで合わせていって、エイジ、スケルトン、フリーズ1枚ずつ残ってるので、どう采配しようかなって思った時に、ちょっとね、これね、スケルトンの採用間違えたかもと思ったね。6時置いてもよかったかも。6時区画に置くのもありだったかも。大砲に合わせるように。クロスのね、タゲを止めるような使い方で、ロイちゃんを延命する使い方にしたんですが、今回。でも結果これが効いてるか。6時でもよかったなって思ったなら、6時から回収入れて間に合わせていくような感じを作りたかったからって感じなんだけど、結論、ロイちゃんを延命しなきゃいけないんで、これでもいいかもしれないですね。むしろタゲは取れたと思うけど。変わんないか。さあ、前回フィニッシュした。はい、というわけでね、こちらでレジェンドリーグのスーパーホグは2回目になるかな、紹介していきました。撮影段階ではね、3回目までは撮影をね、するところになっておりますので、少なくても3回はスーパーホグのレジェンド編成出ると思いますので、合わせてね、ご覧ください。前の動画とね、同じタイミングで撮ってるので、意見的には変わらないんですけど、スーパーホグはやっぱり強いなーって印象です。ヒーローが強くなったので、ヒーローの能力とヒーローを最後まで活かすっていうのが今後非常に大事になってくるので、クイーンとロイヤルチャンピオンがね、この戦術だと一番大事なので、そこの延命っていうのにどれだけかかってるか、そういう戦術です。はい。というわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いします。